バーケンです。このチャンネルでは私が相続した田舎の土地で起こる様々な出来事を紹介しています。今回は相続した土地に放置されていた丸太を片付ける作業の様子をお見せします。まずは車に積み込むだけなので、いろいろ話しながら作業を続けます。私は石川県に住んでいますが、相続した土地の大部分は新潟県にあります。車で4時間 400km 離れた場所です。こちらがその土地の地図です。この土地には父が放置した丸太が約165本あります。また父が放置した灯籠の残骸も同じ土地にあります。灯籠については別の動画でご覧いただけます。父が突然死してしまい、父は片付けるべきものをたくさん息子に残しました。私は父の死に悲しみましたが、同時に怒りも感じました。父は自分の責任を放棄して私に迷惑をかけたのです。突然死しなくても片付ける気なんてさらさらないと今では思うようになりました。散らかっているのはこの場所だけではないのです。トラックがいっぱいになったので、この丸太は実家の空いた場所に移動します。この土地は私が相続した時点では画像のように草に覆われていました。草の下には何があるのか見当もつきませんでした。相続決定後に土地の片付けを順番に行ううちに、信じられないほどのゴミの山があることが分かってきました。到着しました。実家の目立たない場所に下ろします。ここに一時保管します。本当は業者にお金を払って片付けてもらえばいいのでしょうが、残念ながら父の遺産を使い果たしてしまい、それができません。それならさっきの土地にそのまま放置しておけばいいじゃないかと思われると思いますが、地元の人から土地をきれいにしてくれと催促されています。また私も早くきれいにしたい気持ちでいっぱいです。将来的には父が新潟県に所有していた全ての土地を売却や譲渡などで全てを手放す予定です。しかし良い土地だけなら売却できるのですが、悪い土地は需要がなく値段がつかないのです。そのため良い土地と悪い土地をセットで売却することになっています。これは土地の売買契約の条件として決められたことです。ですから悪い土地の整備をなるべく早くに行う必要があります。このように私は父の残した土地に関する様々な問題に直面しています。私はこの問題を解決するために一生懸命に努力していますが、なかなかうまくいきません。高速再生していると伝わりにくいですが、とてもやりがいのある作業ですが、YouTube で皆さんに楽しんでいただける動画を作りたい気持ちも相まって、私には前に進む力が湧いてきます。この作業にご興味がある方、ぜひチャンネル登録やコメントをお願いします。皆さんはこんなに素晴らしい作業をするとしたらどう思いますか？丸太以外にも父が使っていた石の灯籠や石の階段など石製のものがたくさんありました。これも実家に一時保管します。実家の整理はまだ手つかずです。実家は私にとって特別な場所ではありませんが、今は他の土地の片付けを優先します。他の土地は地元の人からのクレームが多く、早く処理しなければなりません。片付けているというより移動しているだけです。解決にはなっていないけど、これが離れた土地を相続した結果です。お金もないのでゴミの処分には手間と費用がかかります。それでも私は精一杯できることをしています。気持ちは悲観的ではありません。私はいつも前向きになんとかなると信じていますから。丸太の積み込みを再開しました。ここは新潟県長岡市です。小学校が複数年学級になるような過疎化が進んでいる地域で、近くにコンビニすらありません。またこの場所は通称青地と言われる農地です。農地法で固く守られた場所で、農地以外に使えない場所です。資材置き場や店舗にするには農地転用の許可が必要ですが、これは非常に厳しい条件があります。そのため資材置き場や店舗にすることはほとんど不可能です。私の父はこの青地にゴミを放置するだけではなく、地中にゴミを埋めて隠したのです。この情報は最近聞きましたが、現地の人によると、この丸太の下にはさらに瓦が大量に捨ててあるそうです。その人は自分で見たと言っていました。この地域で私の父を悪く言う人がいます。私の父はそんなずるい人間ではないと信じていましたが、ここ数ヶ月、父の土地を整備している間に瓦が地面の中に埋まっている噂は真実に違いないと思うようになりました。父は土地の扱いがひどすぎます。まるで土地をゴミ箱だと思っているかのようです。
地面の中に入っている瓦まで飛び出すと費用が莫大すぎるので、当面は上部のゴミだけを取り除き、草刈りをしてただの荒れた農地にしておこうと思います。さて、また実家に移動します。普通速度で実際の音声で1分ほどお見せしますが、それは丸太の重さを感じていただくためです。丸太の重さが伝わったのではないでしょうか。時間の節約のため高速再生に戻します。この場所は実家の裏側で、父が置いたと思われる足場のような木の板がたくさん重ねられています。野ざらしになっています。父はこの足場を何に使うつもりだったのでしょうか。それとも使わないつもりだったのでしょうか。息子として推測しますと、使わないけどタダで手に入れたということでしょう。何でもタダで手に入れてはあちこちに放置するのが私の父の癖なんです。この丸太はどんな木の丸太なのでしょうか。誰かわかる方はいませんか。インターネットで調べてみましたがわからなかったんです。車の木を全て下ろすまであとわずかです。再生速度を最速にしてどんどん進みましょう。再び丸太を積みにやってきました。飽きてしまうかもしれませんが、私たちが楽しく過ごした時間を簡単にカットするのはもったいないと思うので続けます。動画の最後には驚きの発見があります。この土地の秘密を私たちは見つけてしまいました。トラックがいっぱいになるまであと少しです。音楽をかけて一緒に頑張りましょう。最後に驚きの発見があると言いましたが、まだ作業は終わりません。これ以上続けると動画のクオリティが落ちてしまうので、一旦休憩して情報を整理しようと思います。次回で秘密を明らかにしますので、お楽しみにしてください。いいねやチャンネル登録をしてくれるととても励みになります。ご視聴ありがとうございました。